今日はオイルを入れてきたんですか？今日はオイルをちゃんと入れてきました。あれ残念ですね。ペコペコしとらん。でもワッショイワッショイもなかなか良かったんですけど。あれはあれでなんかちょっと2つですけど、はボディがいけるらしいですけど、なんかちょっとなんかいけとった。い。いやいや、いつもいけてますよ。大丈夫ですよ。全然じゃあ今日も行ってもらおうかな。オイル何番ですか？ 350純正。あ、純正の。ピストンも純正のまんま。ピストンも純正のまんまこれはちょっと私シャフトフロントギア同じぐらいの出でダイヤフラムの使うところがですね。はい。でも感触的に悪くない。後ろのダンパーの上の高さが調整できるところは真ん中ですか？真ん中ですね。あなんでちょっとそのうちはちょっと調整できるかな。なるほど。シャーシの高さ自体はシャーシの車高自体は水平ぐらいですか？前として。そうですね、前後ろ同じぐらいです。でウエイトとか何もなしですよね。全然ほんと組んだまま。もしかするとフロントの車高がちょっと高いかもしれない。そんなに多分フロントリアルの差はつけてはいない。でダンパーも同じような感じで前後ろ組んで、はい、悪くない。悪くない。ボディがかっこいいけんそう見えるだけなのかちょっとわからないですけど、多分ボディだと思う。今までのボディもかっこよかったと思いますけどね。いやーかっこいいですけど、やっぱロングにやっぱ乗りたかったのでそれで止まっちゃいましたちょっとでも次はボディ自分で作ってみましょうよ。今度は作ります。こんな感じでちょっとイケてる感じで。どういうどんな感じで作ってあるのか中身が見えるので、勉強に。昨日よりだいぶなんか取りやすくなった。マジですか？なんか意識してます？今までちょっとさっき話したんですけど、ハンドルを引いて曲げるイメージだったんですけど、それだとハンドル引きすぎて切りすぎるっていうなんかイメージだったんですね。でそれをちょっとハンドルを押すイメージ、押して回すイメージで。全部ですか？はい、全部のコーナーの操作がですか？今ほとんど全部のコーナーです。これは右手で押す、右手で押して左手か、右手ですね。左手で押して右で押す。なんか無駄に切りすぎない確かにするんですよね。なんでコーナーもめちゃくちゃ曲がりやすい。そのイメージでもうちょっとスピード上げていってみてください。いやそしたらケツが出た時にカウンター当てるのも与えやすくなるような気がするんですけど。ない感じですね。
思議だな。なんかめっちゃ昨日より取りやすいんですけど昨日より走りやすいですまあオイルが入ったっていうのもあるでしょうけどね。いやさっきまでオイル入れてたんですけど、フロントタイヤのグリップ感っていうのなんかいまいちだったんですよね。でもハンドルを回すイメージをちょっと変えただけで、変えただけでめちゃくちゃ乗りやすいです。ということはこれで大事から1000円ですね。してみてくださいよ。何ですか。多分手が絡まりますよ。で絡まった時は言ってくださいね。絡まったら。無理です。絡まるどころか飛ばせないです。今なんでですか。今左手で押して右手で押して、右手でこう引いてないんです。ああ投げれないわけですね。これずっと引っ張らし左手で押して右手で押してでもめちゃくちゃ伸びやすいです。左手で押して左手で押し込んで右で押し込んで、戻しながら左で切って右で押して今左手だけでハンドル回してる感じになってましたね。右手で左手で右手で切り込んで投げる。いいね。さあ切り込んで投げる。投げれてない。右で切り込んで投げるだけです。でもなんか全然車が動きが違う。さあ右で押して左で押して右で切り込んで投げる。右手で切り込んで投げる。あそこは右手で切り込んで違う。左手で最後切り込んで投げる。左手と右手で切り込んで投げる。今投げるのに一生懸命だった感じだった。逆にちょっと全然意識してなかったです。あーでも全然変わった。何が変わったんですか。その操作のイメージの違いで。本当ですか。なんか大丈夫ですか。なんか宗教かなんか入ってるんじゃないですか。フロントタイヤ鏡です。フロントタイヤ鏡。鏡です。うわでも多分西尾さんも入ってますよ。だけど両手で一緒の力で回すって思って走らせるのともまた違いますもんね。違うんですね。そういうイメージで走らせてなかったんですね、今まで。ただ普段話してても、ラジコンの操作の話をしてるときに、身振り手振りが実車のハンドルを回すような操作で身振り手振りする人と、
プロポのステアリングの手の動かし方でする人とでもイメージが違うんだと思うんですよね。車ラジコンだったうんですね、確かに今まで。でなんか今の世間話ってちょっと変わってます。うんちょっと違うな。でも今日帰りの車の運転も楽しいはずですよ。やってるかもしれないです。楽しくなってきた。またですか。戻ってる。これ以上楽しくなってどうするんですか。楽しい。ちょっとずつ行きましょうよ。あんまりペース上げてもらうと周りが大変なんですよ。何ですかね。一人でなんか変な方向になんか勝手に飛び込んでいってもらうのはいいんですけど。また右で押して左で押して右で押し込んで投げる。偉いねってそうなんですけど、グリップ感が全然なかったんですよね。グリップ感っていうか自分でこう操作感、なんか下がってる感じっていうか、ハンドルアクセルの感覚というか。でも本当この間スエさんの86ちょろっと乗ったんですよね。まあ本当4周ぐらいしか乗ってないんですけど、重捨てなんですよね。だからすごいやっぱりその路面からのインフォメーションっていうのが分かりやすいから、なんていうんですかね、ハンドル回すとかっていう、回すのは当然重いんですけど、その帰りっていうんですかね、反応というかそれが重いから、そこの捕まえるモーションのところでフロントタイヤリアタイヤを捕まえるモーメントを捕まえるっていうところの感触っていうのはすごい分かりやすかったんですよね。飛ばした時直で来るけん、逆にですか。そうまあ回すのは重いんですけどね、当然。ただ車がちゃんと動けば、変な足回りになってない限りは、セルフセとかがちゃんと効けば、そこをこう逆に回っていくのを止めないかんですよね。くるくるくるって逆に行き過ぎるけん。そうそれが今までなんかモーションがしっかり捉えきれてない状態で向きを飛ばしてしまったら、逆にちょっと送ってやらないといけないような感じになったりとかするんですよね。やっぱハンドル動こうってしとる方向があるけど、そう車が自然にそっちに思った方向に向きが変わってくれて、着地の姿勢になってくれてっていうところまでの流れの中で、車がそういう風に動こうってしてる状態だと、あんまりステアリングってその一回パンってきっかけを作るのに投げてあげれば、勝手にあとシュルシュルシュルって回るんですけど、その回りすぎるのを反対の手でクックックックって止めるぐらい、調整するぐらい。ラジコンも多分そうじゃないかな。その流れになったら車は勝手にこう
動いていくんで。ですね。でジャイロが勝手に当たってくれる分がそのセルフステアの感じに近い、でそれを微妙に止めてやる。投げた後ずっとそっちに切りっぱなしじゃなくて、その逆に当たりすぎるのをちょっとじわって当たってくれるようにするために抵抗を与えてやるようなステアリングの操作。それを当てっぱなしにしてると、いかん、このままだったら頭が外に行き過ぎるからと思った時に戻すとハンドルが戻りすぎたりとか、姿勢を無理やりこうやろうと思うとそこでジャイロがそれを拾ってしまってハンドルが一回まっすぐ戻るとか。戻したくないところで戻ってしまう。そうだからそれギルドで走るとすごい分かりやすいですね。飛んでる時間が長いので、その間に綺麗に車がこう着地する方向にモーションから持っていけてる時はそのまま着地グッてさせて踏んでいけば綺麗にカウンターもこう違和感ないカウンターの当たり方でつながっていくんですけど、なんかやっぱ無理くりやった時って途中でジャイロが違うよってハンドルが一回まっすぐ戻ったりとかするんですよね。だから多分ギルドの動画見れば多分そういうシーン結構あるんじゃないかなと思うんですけど、奥のヘアピンからこっち側にバーンってこう飛んでくる時とか、奥からこっちに大きくこうバーンってきてギューって立ち上がっていくじゃないですか。あれのバーンって飛ばした後とかはスムーズに車がそういう行く方向にちゃんと行って着地するところで着地してそこから踏んだら車がちゃんと行きたい方向に行くっていう流れの姿勢に全部なっている状態の時には多分気持ちよくこう違和感のないカウンター量とかで自然に、ただちょっと頑張りすぎてパコって入ってしまったりとかしてる時とかは見るとハンドルがちょっと戻りすぎとったりとか。車もちょっと動きが変わる。動きまでは出ないんですね。それがですねタイヤのグリップが低いから実車と比べたらですね、でも実車でも結構無理くりすると戻してるところは結構あると思いますよ。結構動画見とくとやっぱ結構ハンドル修正してるんで、それも、車とかでまた変わってくると思うんですけど、基本やっぱりそのジャイロもその変な動きが出るところって多分車がそこに行ってもその先そっちには行くためにはハンドル戻さんと無理だよっていうところでジャイロも多分戻してるんだと思うんですよ。スピン制御とかいう感じですよね。だからそれがやっぱモーションのところでのどんだけ捕まえれててそれを使えてるかどうか飛ばす時に、でやっぱその後の流れっていうのがちゃんとコントロールできる状態なのかエイヤーでいってしまってるのかの差は出てしまってるのかなと思いますので、うまくいってる時こっちずっと流しとっても違和感なく、そうカウンターの量がですね自然に流れていくっていうか、ある程度ちょっと補正も効くし、そうなんですよね。面白いですね。今引いたでしょ。全然意識してなかった。ホイールが黒いからバレないぐらい思ってバレてる。これちょっと引いたイメージ。引いたイメージだとコロナ感のグリップ感がこれが今までの走りでこの辺も全然落ち着かない。揺れるっていうか車のこのどっちに揺れてるかっていうのを意識しすぎてた感じですよね。それを自分でねじって持っていかないといけないです。そういう方がそのタイヤをやっぱ感じれる。1コーナー進入、今1コーナー進入はなんか左手で押して慌ててカウンターを投げてるような感じに見えますね。左手で押して右手で切り込んで右手で投げないといけないですよ。
左手で一生懸命ハンドル、抑えてる感じが、右手で最後に切り込んでないですね。押して切り込んでないです。押して切り込んで投げればつながるような気がします。なんか今本当押すイメージがちょっとイメージづけようかなと思って。あんまりそれが強くなってもいかんのですよね。そしたら片手しか使わない状態になるから。あくまでも基本的なイメージがっていうだけで、やっぱり両手は使った方がいいと思うんですよね。惜しい。ちょっと飛びましたけどね今。なんかですね、左手で押し込んでるんですよね。そうですよね。やばい、そっちにも意識がいってしまう。もう右手で最後切り込んでない、左手で切り込んで投げない。ここも一緒です。もう右手でグッグッグッってきて、最後左手でグッグッグッってヤシの木を押して曲がってあげて、最後飛ばす前で右手で切り込んで投げる。車に乗ってプロポで操作してる感じですね。そう。車をラジコン感覚で動かしてるっていうのがそんなイメージ。で、だけど最後の方はプロポのハンドルのイメージにして、こう押さえる。だから右。親指が人差し指が右手で、親指が左手みたいなイメージでしょ。そうイメージ。そうですね。僕やっぱ思ったのが、実車で走るよって思ったのが、多分ラジコンになってですだから逆にですよ。そう左手が使えてないことがある時パッてもう気持ちよくは捕まえた、気持ちよく投げれた、右手ここ戻ってきた、調整した、さあ返さない関係、左手であれって言って視界に左手がないんですよ俺の左手どこ行ったんだろうみたいなそういう時にほぼ右手で動かしてるわけですよね。だから、パタパタもするし、本当は左手をイメージでは使ってるんだけど、なんかやっぱ右手、そのラジコンが右手でハンドルするから、なんか右手で全部押してしまう感じに体は動こうとしてたんだなっていうのを自分で気づいた後は左手がちゃんと使えるようになってきたので、イメージって大事ですよね。逆ですね。逆ですよね。イメージですけど実感、頭の中の処理は多分一緒だと思うんですよ、やってる処理的なものは。だからラジコンでそういうイメージでプロポも操作できたりとかするようになってくると、実車に乗った時も自然にそういう手の動きができるんじゃないかなっていう。今話しちゃったんですけど、俺どうやって運転するかなってイメージしたんですけど、全部引いて全部コーナー曲がる、交差点曲がる時に引いて曲げる、こっちにも引いて曲げるんですよ。押してないです。だけど押して、もっと切り込まない時は下なんですよ、ね。だから逆にイメージで押すイメージつけるんだったら押して曲げた方がラジコンしてったんで押すイメージはつけますよね。押すだけじゃダメなんですよね。押して引いてだから、
そこはまた難しいところですけどね、車の動いているところに合わせてその無駄のない操作、必要な操作引くよりも押す方が繊細なコントロールができるけん、繊細なコントロールするときはこう押す方で、速い動きをさせるときは引く方でっていうところに手の位置が自然に来るように、やっぱ押していっても右手もそのまま一緒に下がっていってたら、引いていってたら、そこからさらにもうちょっと引かなんって言ったときにもう持ち帰るしかなくなっちゃう。でも押していってるときにもうちょっと切り込まなんねって言ったときに手が上に来てれば、それはい、そしたらもう左手をパッて離して右手で切り込めるんで、その手の位置っていうか